どうも MA です。はい、今日はですね、ちょっと久しぶりなんだけれども、私一番くじを引きに行きたいと思います。これはね、ずーっとやりたかった、発表された時からやりたいと思ってたのですよ。なんか一番くじもさ、結構やりたいのたくさんあるねっていう話はするんだけどさ、そうだね。結構さ、やっぱ土曜日とか、金曜日とか、まあその辺が多くて、なかなかね、こう他の予定が被ることが多くて、あ、それもあるね。なかなかね、弾けないっていうのがね、続いてたからね、やっと弾けるなっていう感じ。そうだよ、実際問題、前に出たやつとかで弾きたいと思ってたんだけど、いけなかったやつは実際あった。でもね、今回のやつはそもそもどんないかなる事情であれ、絶対に弾きたかったんですよ。まあ理由はシンプルにフィギュアがかっこよかったから。マジで全部かっこいいんだ。ちょっと待って、調べさせて。弾いて、私はフィギュアをやっぱり狙ってきます。で、今回は本当にフィギュアが私好みのビジュアルで、多分ね、刺さってる人は多いと思うんで、実際問題。とってもかっこよかったじゃん。かっこよかった。デクが今回2種類あったよね、確かね。あった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 。で、私ね、結構デク推しなんですよ。ヒロアカの中でもね。だから、デクをちょっと狙っていきたいなっていうのと、どっちのデクが好きなの？今回のやつは。どっちか選べって言われたら、振り返ってる方、これ何賞だっけ？ A 賞だね。ちょっと振り返ってるのかっこよすぎんかこれって思って。確かにね。あんまなくないかな、こういうの。今回のやつはね、特になんかこう、かっこいいデクって感じがする。だよね。可愛いっていうよりは、かっこいいっていうのが強めなイメージがある。まあ正直言って B 賞もいいんですよ。だからどっちもいい。でも C 賞のオールマイトも、私が持ってないオールマイトやからね。はいはいはい。むきってしない方ね。そうそうそう。でもね、めっちゃかっこいいんですよ、これも。かっこいいよね。めちゃくちゃかっこよくて、D 賞のエンデバーもなんか凄まじいことになっちゃってるし。これ一瞬さ、エンデバーかなってなるぐらいの、いや、エンデバーなんだよ、確実に。なんかとにかくね、凄まじい、マジで。これもすごいし、ミスジーニストもいいし、まあ、とにかくフィギュアが全部かっこいいんだけれども、第一狙いは私やっぱりデックでいきたいと思ってますね。いいね。で、今回、フィギュアを引き当てられたら、今回に関して全部好みなので、ぜひともフィギュアを引き当てて塗りたいと思います。おー、いいね。久しぶりじゃない？確かに。今回は最初からもう塗る覚悟で弾くって感じ。いいねいいね。どっちかっていうと、そしたらなんだろう、リアル化とかさ、ジョジョ化、スピード塗りとかいろいろあるけどさ。あるある。どういう系でいく？そしたら今回は王道でいきますわ。二次元塗り？二次元塗り。で、どっちかっていうと前企画した煉獄さんとかさ、なんかそっち系になってくるのかな。なおちゃんとかさ。そっち系だね。ちょっとスピード寄りというか。そういうこと。なんか時間をかけて二次元塗りをするっていうよりかは、一番くじを引いて二次元塗りして出してた動画過去にあるじゃないですか。それこそ煉獄さんかなおちゃんとか、ああいう雰囲気かな。だからなんかね、でもね、二次元塗りって言ってもなんかいろいろあるじゃない。コテコテの二次元テイストだったりとか、まあね黒い線がめちゃめちゃ多い感じだったりとか。そうだね。なんかもう二次元塗りってさ、もうなんていうんだろう、我々の中ではさ、ものすごく範囲が広い塗り方だなっていう認識になってきてるからさ。そうだね。なんか二次元塗りとはこうなければならないみたいなのは教科書とか出しておいてなんですけど、私の中ではなんかない。まあ言ってもいるんだけど、昔から前々から結構自由に置いてるからね。片川さんから出版した本は本で、あれはあれで一つのさ、なんていうんだろう、形ではあるから。もちろんもちろん。あれはやっぱりみんなにもできるだけさ、やっぱやってほしいっていう思いが強いから、やっぱこう初めて何にも分かんないって人からしてみれば、やっぱ目安みたいな指標は絶対あった方がいいからね。そうだからちゃんと考えて書かせてもらってはいるんですけれども、まあ全容を見た時に、実はその池じゃなくて大海原だよみたいな感じだね。まあそういうことやね。ただ池がないとちょっとね、どのぐらいまで泳げばいいのかとか分かんないから、本ではそれを紹介してるって感じだよね。そういうことやね。ビート版的な。ビート版新しい。なんかビート版が出てくる。そう、大海原で泳ぐためのやっぱビート版って必要じゃない、最初はやっぱり。ビート版ね。まあそうやね。なるほどね。水泳教室になっちゃったね。あんまビート版バカにすんなよ。何の話なんだっけ。まあいいや。一番くじ引きに行きましょうということで。そうだ。で、今回は引き当てないと塗れません。ここまで言っておいてなんなんだけれども、引き当てないと無理かな。頑張って引かないとね。しかも私さ、今月とか先月詳しいちょっとあれはないけどさ、ちょっとフィギュアで買いすぎたんだわ、私は。フィギュアちょっとお金使っちゃったから、そんな私はね、ちょっと何回もできないね。やっぱかっこいいとはいえどね。一番くじはもちろんね、賞が残ってれば引けば出るので。そりゃそうだ。だってもう制限がなかったらいくらでも。制限がなかったらもう
いくらでも引けますから。そうなんですよ。それは出ますよ。それは出ます出ます。だから現実は現実です。でも限られた中で引くっていうのがやっぱりくじは面白いですから。まあ考え方はいろいろやけれども、少なからず今回は状況もあるし、なんとしてでも引き分けた時にこれで塗れるぞみたいな喜びやっぱ強くなるのではと。まあそうだね。引かなきゃいけないんだけれども、ちょっと頑張りますね。みんな応援してください。ということで、ちょっと早速でなくなってもあれなので引きに行きたいと思います。じゃあ行ってきます。久しぶりなんだけれども、これはマジで私引きたかったから引きに来ましたよ。デクじゃないね。エンデバーが出ちゃってるんだけれども、私はマジでデク狙いだね。またデクって感じかもしれないけど、あまりにもこのデクがかっこいいよね。欲しい。ということで引きたいと思います。はい、ちゃんと引き当ててくれよな。奇跡の10枚頼むよ。そうだね。今無心だから。無心？待てよ。これじゃ変な欲を出してるか。一番くじの並べ方ってさ、せっかく出るよな。いや、なるべく早くしたいんだよね。後ろの人がさ。ああ、なるほどね。そう。ああ、やべ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 。爪長いからやりやすそうだね。今人がいないからね、ちょっとゆっくりじらしながらめくる。あ、やべやべやべ。おい、G じゃん、私の嫌いな言葉だよ。ギルティギルティ。ギルティだよ。ギルティ。 G がギルティパクリだよ。オールマイト。私が来た。来たよ。オールマイト来たね。でかいかもしれないな。そうだね、確かに。カッチャの色でもあるけど、今回カッチャいないから。そうだ、カッチャいないから。これ G ばっかり。G 多いんだよ。G 多いな。イエーイ。喜んでるね。いやー、みんながいつもね、一番くじ引くときはね、応援をしてくれるからね、みんなのおかげで引けたのではないかな。テクは出なかったけどね、でもやっぱりオールマイトもすごいね、持ってなかった携帯でそれかっこよかったから、私はね、とっても嬉しい気持ちですわ。今回フィギュアの数もさ、多かったもんね、種類もね。そうなのよね。結構あったからね、エンデバーとかホークスとかベストジーニスとオールマイト。そうレクトね。ちなみにね、エンデバーだけ引かれてたんだ。ああ、終わってたね。1枠だったんだよね、確か。多分1枠だったんだけどね、多分ね。って感じだったんだけど、ちょっと G の数よこれ。 G の数。 G Gかける5。 5G 今 G かける5ですよ。高速だね。 5G どんなうまいこと広げない。まあそんな感じで、これもしフィギュアが出なかったらちょっと何にも罪はないよ、クリアファイルに。何の罪もないけれども、やっぱり悲しすぎるわ、やっぱり。まあね、だってフィギュアがやっぱ目玉だからね。それはもうバンダイさんもね、分かっててやってますから。だってそれ分かっててやってます。戦略。もう一番くじはでも楽しいとともにもう戦略の匂いがプンプンする、マジで。もしかしたらさ、フィギュアとかマジどうでもいいわみたいな、もうクリアファイルもう10回勝負10枚クリアファイルみたいな人もいるかもしれないからね。まあね、そしたらね、10 G だね。相当未来の言ってるよ。強すぎる、いろんな意味で。相当先の未来で10 G。いいね、それはそれでだいぶ高速だよ。だいぶ高速っすね。って感じなので、でも可愛かったね、クリアファイルもね。そうだね。ちゃんとこう被らないように取ってきましたから。ほらほらほら。ね。じゃん。と、あとラバーチャームをゲットいたしました。はい、こちらになります。じゃ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 ーん。ラバーチャームもね、毎度毎度可愛いですよ。そうだよ、毎度毎度可愛いよ。今回大将のもう開封はしないんだけれども、もう早速だからね、私はね、このフィギュアを塗るために開封していきたいと思います。せっかく当たったからね。そう、せっかく当たりましたから。でもこの俺前でもなかなかかっこいいね、やっぱり。いや、かっこいいよ。まあ実物配布みたいなっていうところで。そういうことよ。やっぱりね、フィギュアといえば実物が命ですから。まあそれはそうですね。じゃあ開けますか。はい、開けましょう。はい、開封しました。どうあ、結構迫力高いね、これね。すごいね。これね、マジでいい。正直言ってね、めちゃくちゃかっこいい。ね、オールマイトっぽい。いや、めっちゃっぽいよ。まあ顔がこんな感じでしょ。これね、塗りもとっても綺麗だよ、このフィギュア。確かにね。めちゃくちゃ綺麗だと思う。どう多分もう引き当てて、なんならオールマイトゲットしたよっていうね、視聴者さんたちも結構いると思うんだけれども、いいよ。
いいよ渋いいいよ渋かっこよすぎるな。確かに。でも今回は塗りますので、二次元塗りをしたいと思います。でこれはだからいわゆる二次元塗りじゃないパターンでも、みんながいつも見るね、かっこいい仕上がりになってるんですけれども、いわゆるシャドウを入れてっていうやつよね。そうだよ。だからこれをどうしよっかな。でもどこまでやろうかなっていうところがあるんだけど、なんかイメージでさ、塗ってくれるとさ、いいかなって思うけどね。イメージでしょ。そもそもそのオールマイトのイメージだったりとか、みんなの頭の中にあると、もし私の頭の中にももちろんあるんだけれども、そのアニメのオールマイトだったりとか漫画のオールマイトだったりとかね。でもこのフィギュアを塗る時ってあくまでこのフィギュアを塗るわけだから、このフィギュアを塗ってる時に、今からちょっと気をつけてかっこつけたこと言うから先に言っとくから、このフィギュアと対話しながら塗っていきたいと思います。フィギュアと対話、俺は友達。やめとこやめとこなんか今マジでびっくりするぐらい、今から対話しようって言おうと思ってしまった。であまりにもでも待ってよって、もう本当に1秒の間に考えたんだけど、ちょっとあまりにもこれやばいんじゃないかって思ったから。フィギュアは友達だからね、対話はするものですよ。うえー、フィギュアは友達。フィギュア友達だ。フィギュア友達。キャプテン翼くんもしっかりボールは友達って言ってますからねえねえねえ、やっぱりね、友達なんですよ。どうしても毎回キャプテン翼入れたいの。それなんなの？絶対に入れたくなるよ。等身で入れてた今まで。今日は違ったね。違うところちょっとバリエーションが増えたわ。バリエーションが増えますよ。いいのか悪いのか分かんないけどなんかね、すごくね、まあいいや、この話は広げなくていいよ。はい。っていうことなので、早速塗っていきたいと思います。そうだね、このフィギュアに合った塗り方というか、このフィギュアだからこそ、なんかこういう塗り方したいなっていう感じでいいと思うわ。オールマイトだからこれっていうわけじゃなくて。てか実際問題です。私の今ヒロアカを飾ってるここにね飾ってる、もう他にもあるんだけどさ、ヒロアカのフィギュア塗ったものを中心にも飾ってるところがあるんやけれども、そこに置くのがすごく楽しみですね。そうだね、楽しみだね。まだオールマイト塗ってないから、そう塗ったやつはないから、ちょっと楽しみですね。そうだね、俺もすごい楽しみにしてる。でしょうがよ。ちょっと皆さんの期待を裏切らないように頑張って塗っていきたいと思います。ちょっとスピード寄りというところ、あくまでスピード寄りで手際よくかっこよく仕上げていきたいと思います。それじゃあ塗っていくよ。シュシュシュー。はい、じゃあ塗っていきたいと思います。はい、まずはぐるーっとね塗る前の状態です。で今回もゼロカラーディッシュ、塗料皿ですねを使って塗っていきたいと思います。はい、今朝食中ですね。これは肌だな、多分肌の影の色かなを作っていっております。今回ね一色ちょっとなんだちょっとブラウン系の塗料に黄身と赤身を混ぜて調色しました。毎回ね結構違います。調色の仕方は結構違いますけど、今回はこういうやり方で塗っていっています。でオールマイトですよね今回ね。まさかねヒロアカのオールマイトをこの携帯から塗ることになるとはちょっと予想外だったんですよね自分の中で。ヒロアカ自体はさ、このチャンネルの中でも何回か以前塗ってるじゃないですか。塗ってるんですよ。もし見たことない方いたら遡って見てみてください、ぜひ。はい。で、いつか塗ろうと思ってたの、オールマイト自体はね。だけどさ、最近このフィギュアがね、一番くじで出たじゃないですか。いやー、引き当てちゃったからね、もうこれから塗ろうって感じですよ。そこに関してはね。もしかしたら今後ねムキムキのオールマイトもまた塗ることもあるかもしれないですけどね。いやでもねすごい楽しくね塗れましたね今回も。今回はこのサーフェイサーって言ってね、下処理ね一回こう塗りつぶしたりすることもできるんですね。ちゃんと目的はいろいろあるんですけど、今回も色付きのサーフェイサーとかは使わずにね、元のこの成型色も部分的に残して今回は仕上げていきました。なので今塗ってるところ見てもらったら分かると思うんですけど、この肌のベースとなっている色は今何もいじってないです。一旦こう影を入れていきながら、まずは2色で塗り分けてバランスを見ていってるっていう塗り方で今回はやっていっていますね。でもね最終的にこの肌の中でもハイライトを追加してる部分とかもあったりするので、最終的な仕上がりみたいなところは一番最後見てもらったら多分比較して分かりやすいかなと思います。肌の塗り分けとかもね結構決まりはないんでね、今回はあくまでこのやり方っていう感じですね。でいつもねこの動画見てくれてる方はね気づいてるかもわかんないんですけど、今回はこの黒いいわゆるその輪郭線的な感じですよね、イラストとかで言うと。この輪郭線をもう途中で引きながらやっていってます今回は。
はい、これもね最後に書くんじゃないのっていつも思ってる見てくれてる方はね、そう思われたそこのあなた、そうなんですよ。まあこれもね極論決まりはないですよね、だから今回はこういうやり方でやっていっています。で髪の毛もそうですね、このフィギュアの元の色も今回残してやってますね。はい、だからいわゆるその影ですね、影のカラーを書き込んでいってっていうやり方ですね。これもその別になんかベースのこの元々の色を残したいなって思った場合は全然そうします、私は。でなんだろうな、後でやっぱりそのベースの色も今回のリペイントに合わせて変えたいよって思った場合はこの影を描いた後に別にやっていけばいいだけの話なんで、まあそこも別に決まりはないので感覚的にやっていってもね、私はやりやすいんじゃないかなって毎回思って言ってます。でも塗ってって言って思ったんですけど、やっぱりこの造形がねなかなかすごい、多分同じフィギュア手に取ってる方だったりしたらわかると思うんだけど、すごい迫力ありますよね、この髪の毛の躍動感というのかな。フィギュア的にフィギュアをあくまでリペイントしたりとか、塗るっていう観点の話なんですけど、アニメ感を出そうと思ったとしたら表面がねめちゃくちゃこうつるっとしたフィギュアが塗りやすいって感じる方はね多分多いとは思うし、そうだとは思うんですけど、でもやっぱりねやってみて思ったんですけど、改めて全然ちゃんとね問題なく二次元塗り、3D 二次元彩色として仕上がり見たらちゃんとこうかっこよく二次元塗りとしてもまとまってくれるし、フィギュアの造形としてのその表面的なその造形力も情報量が多いから最終的に情報が多くて面白い仕上がりになったなって個人的には思いましたね。すごい楽しくね塗れるので、ぜひね挑戦してみたいよって方はね自分仕様のものにねしてみるのも楽しいんじゃないかなって思います。で今回このさデニムとこれは革ジャンでいいよね、この革ジャンの塗りなんだけど、なんかあれですよね、アニメのやつと色が若干違う表現してるのかな、わかんない、ちょっと違うのかなと思ったんだけど、こういう服なんかデニムとかに関してはなんか色変えてもいいですよね。このリペイントをやるっていうことは色を当然変えられるっていうことだから自由にやれるっていうことなので、なんかいろんな色でやってみてもすげえ楽しいんじゃないかなって今回はすごく思いました。なんだろう、極端に私変えてないのであれなんだけど、やってみて思ったんだけど、もうなんか赤色とかにしてみてもよかったかもって思ってるんだけど、どうです？あとなんだろう、何色っていうのかな、オレンジ色みたいなやつあるじゃないですか、革ジャンで茶色っていうか黄土色っていうかオレンジ色っていうかみたいな色にしても多分絶対おしゃれだし、色違いで塗って飾っても絶対これはおしゃれだわって私は思いましたね。やってないんですけどね今回はね。あとここのさデニムもさ、もともとこのフィギュアがちょっとデニムでインディゴブルーみたいな感じで仕上げてきてるから、それに寄せて二次元塗りバージョンで今回塗ったんだけど、これもカーキ色とかでねやっても絶対おしゃれですよね。その組み合わせ考えるのもね絶対楽しいなと思いましたね。でこういうなんか革ジャンみたいな表現も今回は今見てもらってるような塗り方でやってるけど、なんていうかな、もうちょっと極端にシンプルに塗ったりとか、あとはこうカクカクしたハイライトじゃなくって輪っかみたいな光沢感をもっとこう出すみたいな塗り方でやってもね多分面白い表現になるんじゃないかなともね思いますね。それにしてもね今回は久しぶりに一番くじを引いて引き当てたそのフィギュアを塗れたんで、もうすげえ楽しかったですね。前はさ一番くじ引いたフィギュアを塗るってことも結構やってたじゃないですか、やってた時期もあったんだけど、最近ね、どうしてもねなかなかお仕事とかいろいろ忙しくてくじ自体引けなかったりとか、引けたんだけどフィギュアが出なかったりとかね、もう出ないとどうしようもないですからね、出なかったりとかでなんだかんだ引いたやつを塗るってことがねなかなかこうできてなかったんだけど、今回ね無事引き当ててフィギュアをね引き当てれて塗れたからね、ちょっとすごい達成感がすごい。やっぱくじはさ、もちろんこのくじのフィギュアを買うこともできるじゃん。私も実際あるんですけど、買うこともあるんだけど、やっぱりこう弾けるか弾けないかがわからないこのドキドキ感っていうのはやっぱり楽しいよね、くじはね。やっぱりそれがさ変な話した醍醐味でもあるじゃないですか。とはいえさ絶対に弾くぞみたいな時にもう全然弾けない時のこの何とも言えないこの悔し
さと言ったらないよね、なんか虚しさというかねでも逆にね、一回でねフィギュアが弾ける方だっていうか、そういう時だってあるからね。まあ今後もくじやってみるっていうのは、ね、いつかまたやりたいなと思います、できる時にね。でね、ほら最初に言ったと思うんですけど、結局肌の色はねこう変えてますね。はい、皆さん完成いたしました。お疲れ様でございました。お疲れ様でした。この動画を見てるそこのあなたもう一番くじをね引いて持ってますって人もいると思います。そうだね、どれどれ MA のフィギュアはどうなったんであろうみたいな感じだと思いますけれどもまあそうじゃない人も今いると思いますけれども。ダリ言い方ダリマジダリ感じ。いい感じ、はい、やれた感じ。いい感じにダリ。分かったよじゃん。はい、見せますよ。はい、お願いします。大丈夫。何これ今めっちゃこうグラングランしてるからさ。まあでももう見せちゃってるから。まあこれ撮ってるからさ今私。ってことでじゃーん、完成です。おお、いいね。オールマイトね、これね。なんかね、めちゃめちゃ書き込むつもりはなかったんだけど、なんだかんだ色数的にも別に2色塗りわけじゃないし、めっちゃかっこいいけどね。かっこよくなったんだよ、結果的に。でなんかこの革ジャンでいいのかな、漫画だとちょっとなんだろうって感じだったけどね。でもアニメでも黒っぽかったよね、実際。黒っぽかった。でもズボンがなんかアニメだとちょっとカーキっぽい感じはしたんだけど、思ったらカーキっぽかったよね。もともとのさフィギュアがさ、もうすでにこのデニムだったからさ。そうだね。まあわかんない、実際もしかしたら違うところは何なのかわかんないけれども、まあでもとにかくどう？いや、かっこいいと思うけどね。オールマイトっぽくて。あ、わかる。このさ髪の毛黄色じゃん。でこの服がさ青系にしてるじゃないですか、今回ね。いいよね、対比の色の対比が。ヒロアカコーナーがさあるからさ、そこにぜひとも飾りたいね、早く。そうだね、飾りたいね。飾りに行きましょうか。はい、ということでじゃあ実際飾りに行きましょう。はい、みんな移動してきたよ。ここにさ3人が並んでるんだけどさ、ちょっと今ね若干ずらしてね、ここに置こうと思います。いいね、一旦ね、とりあえずね、なんか二次元風で並べられるじゃん。じゃじゃーん。おお。いや、なんかさ、いい意味でごちゃごちゃしててすごいね、ここのエリア。そうだね、フィギュア部屋をさ、いわゆるちょっとさ新しくしてからさ、ちょっとねまだ配置がね完璧に決まってないからね。まあそうだね。いや、どう？結構かっこよくなったと思うけれども。いや、めちゃくちゃかっこよくなってると思う。かっこいいよね。なんか並べたらこう一層なんかおーってなるね、やっぱり。なるんだよ、そこなんだよね。やっぱ二次元フィギュアは塗った後も楽しめるのよ。そこもやっぱいいよね。奥にね、オールマイトがねいらっしゃいます。ちょっと無理くり詰まってます結構無理くりね。ちょっと覚えてる？私さ、みんな覚えてるかな、このさフィギュアケースをさ、買った時にさ組み立てたら、そこの中で言ったのかな。なんか私は好み的に結構その余裕を持って飾るのが好きですみたいな、だから余裕を持ってこう飾りたいと思いますみたいなこと言ってたじゃん。あれから数ヶ月しか経ってないのにさ、もうこのありさまですよ。フィギュアはね早いからね、出るのがね。いや無理、本当に。これでも全部飾ってないのに。やっぱいいな、アメコミ化はもう一回やっぱやってほしいな、こうやって見てると。アメコミ化やりたいね。でもさ、今一個気づいたこととしては、並べて気づくこともあるんだけど、これって一応アメコミ化としてこの3人塗ってるんだけどさ、黒い線が結構太めだったりするのね。だけどこっちアメコミ化じゃないんだけど、一応全然馴染んでますよ。馴染んでる。全然問題ないってことが分かったわ。問題ないですよ、それは。そう、問題はないね。こっちは別にアメコミ化じゃないし、普通に二次元化かな、こっち。次回アメコミ化。あ、マジ？次回言っちゃっていいの？いや、適当に言ってる。なんか適当なこと言って。適当に言ってる。いや、でもみんなアメコミ化も多分やってくださいっていう声も実は届いてるんですよ、アメコミ化もね。だからアメコミ化は見ての通り結構ねかっこいいじゃないですか。だからやりたいと思いますので、どこでやるかとかはちょっとわかんないけど、絶対どっかでまたやりますので、ぜひねアメコミ化も見たいよっていう方、ぜひぜひお待ちください。チャンネル登録してない方はね、ぜひねしてくれたら超嬉しいです。ってことで、はい、いつも見てくれてる皆さんありがとうございます。今日はこの辺で終わりにしたいと思います。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。